こんにちは。皆様、いかがお過ごしでしょうか。東京は今日最高気温が24度。すごい暖かくて春を感じております。先週、東京ですごい強い雪が降って寒いなと思いながら自転車で通勤をしてたんですけど、長袖にヒートテックを着てた昨日までは。打って変わって今日の朝起きたらすごい暑くて、家の中では半袖を着ております。今日着てるのは弟がお土産でくれた T シャツで、確かインドネシアに行った時に買ってくれた T シャツなんですけど、冬の時期にもらってずっと着れてなかったので、やっと着れて嬉しいです。ベランダの観葉植物もだんだん新芽が出てきて成長を感じてて、すごい嬉しいです。成長が楽しみです。今日はいつもとちょっと違った形でラジオのような動画を撮りたいなと思い、このような形で動画を撮ってます。皆様も作業のお供に聞いていただけたらなと思います。春ということで、春って変化が多かったり、何かが始まったり、そういった中で何か決断をするっていう機会が多いんじゃないかなと思います。自分もちょうど社会人1年目が終わるタイミングで、今年1年を振り返りながら、今日はその決断の仕方みたいなことについて話せたらなと思います。春になって就職だったり、新しい場所に引っ越ししたり、新生活が始まる中でいろんな選択肢が増えると思います。で、そういった時に何か大きな決断であればあるほど、どうやって決断をすればいいかっていうのがすごい難しいと思うんですよね。自分もなかなか決断力がなかったりして迷った末に何もしないみたいなことが多かったんですけど、だんだんと決断も上手くなってきて、何かを決めるときにどうやって考えればいいかとかっていうのも徐々に分かってきたので、今日はこの動画ではそういった話ができたらなと思います。はい。で、今私は東京にある三味線の工房、三味線を作ったり修理したりする工房で働いているんですけど、それここで働くって決めた時もかなり大きな決断でした。三味線っていうのは、だんだん今演奏する人口も減っているっていうような状態で、職人になるっていう人も周りにはなかなかいなくて、不安なことも多い中での決断だったんですけど、そういった時に私がどうやって考えて決断をしたかっていうと、まずはじめにその決断をした時の最悪の状態を
想定しました。最悪の状態、ここで言う最悪の状態っていうと、例えば職人になって、給料があんまり高くなくて生活が苦しいとか、工房がなくなってしまって仕事がなくなってしまう可能性があるとか、そういったリスクがあるというふうに考えました。そういうふうに最悪の状態を考えて想定してみると、例えば収入が少なくて生活が苦しいってなった場合でも、自分だったら例えば実家に戻って助けてもらうとか、仕事がなくなってしまったら新しい仕事を探したり、バイトをして食いつないでいけば生きていけるかとか、そういったことを考えて、考えました。で、何かを決める時のリスクっていうのは、意外と考えてみるとそこまでないというか、大体はお金の心配だったり、心の問題、あとは体の健康的な問題だったり、そういったことが決断する時のリスクとして考えられるんじゃないかなと思うんですけど、そういった最悪の状態、リスクを考えた上で、このぐらいなら大丈夫だろうっていう風な決断ができれば、その後はどれだけ失敗しても想定内っていうような形で考えることができるので、まずは最悪の状態をそう考えてみるっていうのが一つ目です。で、その後に今度は最高の状況、最高の状態を想像してみるっていうことをしました。今回の場合だと、私は何か物を作ったり手を動かすっていうことが好きで、ずっとやってられることなので、毎日お金をもらって自分の好きな作業ができる、そういう状況はすごくワクワクするなと思って考えました。そうすると最悪の状態になっても大丈夫だっていうことと、その選択をしたらこんなワクワクが待っているっていうのようなところで、この道に進んでも大丈夫だなと思って三味線工房で働くことを決めました。結果的に今はすごい毎日充実していて、この道を選んでよかったなというふうに思ってます。そういった形で、例えば私は今年この YouTube のチャンネルも始めてみたり、今日は新しくラジオのような動画を撮ってみたり、何か新しいことをするときにこのように最悪の想定
リスクを考えてみて、でもその上で自分でワクワクするようなことができたらいいのかなと思います。まあそんな感じでいろんな選択、大きい選択から小さい選択もあると思うんですけど、この2つを考えてみて、どちらも受け止められるならその選択をして行動してみると、自分の暮らしだったり生活がちょっと動いて楽しくなったり、ちょっと豊かになったりしていくんじゃないかなと。そしてその積み重ねで自分の道ができていくのかなと思っております。はい、ということで今日は私が何かを決めるときにどうやって考えて決めているかっていうのを話してみました。これから社会人になる方だったり、新しく何かを始めようっていう思っている方だったり、そういった方に少しでも参考になれば嬉しいです。はい、ということで今日はここで終わりにします。またこういったラジオのような動画撮っていこうと思いますので皆様また聞いていただけたら嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございます。